本日の朝方、ついに第2弾 PV が公開されました。第1弾の時もそうでしたが、まさに身構えていない時にやってくるというのを公式が体現したかのような時間にいきなり公開されて、思わず突っ込みたくなった方も多いのではないでしょうか。今回の PV では、特に原作小説中間に準拠したセリフの言い回しや前半を描いていると思われるシーンが多く存在したと思いきや、最後の方にはまだ公式のキャラクター一覧にも載っていないキャラのセリフが登場するなど、新しい要素も盛りだくさんでした。ということで、今回はそんな第2弾 PV の解説・考察をしていきたいと思います。なお、本動画は原作小説および劇場版第1部のネタバレを含みますので、未読未視聴の方はご注意ください。まずはじめに映し出されたのはマフティーの感染バリアントの様子。本作の舞台は主にオーストラリア北部およびその周辺地域ということもあって、非常に暑い気候というのが伝わってきます。また次のシーンではレイモンドとエメラルダが映し出されています。この2人は原作小説では恋人同士なので、原作と同じく2人が恋人ということを匂わせるような描写もいくつか出てくるようになっているのではないでしょうか。お次はこちら。ハサウェイがクシーのコックピット視点で戦闘を行うシーン。ミサイルが飛んでいますが、背景をよく見ると川と同時に古びたマンションのようなものが見られます。第1弾 PV でもこの光景でグスタフ・カールの攻撃を避ける描写があるので、おそらくオエンベリの街へ向かった時のシーンだと思われます。またこの PV では他にもクシーやメッサーなどの活躍シーンがありますが、クシーの装備が何か変更されているような描写はありません。さすがに商業的に新装備が登場しないとは思えないので、オエンベリ戦では第1部と同様の変わらぬ装備で出撃し、中盤以降で回収してからエアーズロックに向かう可能性もありそうです。お次はバリアント内でのハサウェイとケリアのやり取りのシーンです。ケリアはハサウェイの元恋人で、かつてハサウェイがマフティーに参加する道を作ったのもケリアでした。漫画版では地球で植物学者の実習を受けていたハサウェイが自分が打ってしまったクエスのことでうつ病を患っていた時に、ケリアが看病をしていて薬を飲むシーンも存在します。しかしハサウェイがマフティーに入ってからは頭角を現して一気に上り詰めていったので、ケリアとハサウェイは徐々に疎遠になっていきました。そんな中、第1部でハサウェイが意図せずギニと接触してしまったため、ケリアに申し訳ない気持ちから2人の間には大きな溝ができてしまった状態となっています。実際第1部ではギニとハサウェイは勝手に同じ部屋にされたり、ギニが無防備なだけで肉体関係を持ったりといったことは一切ないのですが、それでもケリアに対して負い目を感じていて、きちんと話ができていないあたりが普通の青年を感じさせます。ちなみに PV では、どうかしてこの肉体と感情的な欲望から離脱しないと俺は救われないぞと言っていました。これはオエンベリ戦の後バリアントに戻ったハサウェイがギニのことでケリアへの誤解が解けていない中、ケリアがすでに次の作戦のためにダーウィンへ向かって出発したことを知ってホッとしてしまった自分に情けなくなってつぶやいたセリフです。原作と同じく肉欲的なことに興味の湧く普通の青年なハサウェイとマフティーとして世を導くのであれば、そのような世俗的なことで悩んでいる場合ではないと考えなくてはならない。清廉潔白なマフティーの間で苦しむ心の葛藤が劇場版でも強く描かれるということなのではないでしょうか。ちなみに個人的には当然といえば当然なのでしょうが、ハサウェイが驚くほどムキムキだったので細マッチョなんだなぁと感じました。また PV 後半ではケリアがハサウェイに対して手紙を書いており、そこにはあなたは何か薬を飲んだ方がいいといったことが書かれてありました。これはダーウィンへの任務に向かう前のケリアがハサウェイに対して残したメッセージだと思われます。ただ一つ気になるのが、この薬の話はまだ劇場版第1部で一切触れられていなかったハサウェイの過去に関わる部分です。つまりハサウェイとケリアの過去に何があったのかというのを示す大事な一文だと思いますが、そもそも原作小説ではクエスを自分が殺してしまったというトラウマでハサウェイは悩んでいました。しかし本作の時系列は映画版逆襲のシャア準拠になるので、ハサウェイはクエスではなくチェーンを打ってしまっていますが、そのことが
ハサウェイに対してどこまで負い目になっているのかというのが今のところ分かりません。個人的にはこの精神的な部分が第3部の結末を左右させる要因になるのではないかと思っていますが、いずれにしても原作と同じようにハサウェイが過去のことをトラウマとして悩んでいるというのを示すメッセージと受け取ることもできるのではないでしょうか。ハサウェイの心境を深掘りすることで第3部の結末を原作と同じにするのか、それとも違う方法に持っていくのか。結末につながるシーンが出てくると予想できるので、そういったハサウェイの過去に対する向き合い方も今回のキルケの魔女で注目したいところの一つだと思います。続いて戦闘シーンについてです。クシーのコックピットが描かれていて赤く発光する箇所が見られます。これは第1部から変わりありませんが、今回の PV ではクシーとペーネロペー両方のコックピットが第1部よりももう少し外側から描かれていて、コンソールが同じということがより明確にわかるようになっています。ただ一つだけ2機の明確な違いとして、クシーのコックピット内では各種ライトが赤く光っており、ペーネロペーは青く光っています。この違いの意味ははっきりわかりませんが、同じマフティーの機体であるメッサーの内部も赤く発光しているので、もしかしたらクシーはテロリストであるマフティーの機体ということで、赤連邦軍の機体であるペーネロペーは正規のルートで手に入れられる機体ということで青という形で視覚的に識別しやすいようにしているのかもしれません。またペーネロペーに関してもコックピットが映し出されていて、まだ未登場の新装備を搭載した形態だと予想できます。シートの後方に注目してみると、何か謎の機材が積まれています。本来のペーネロペーは全天周囲モニターなので、第1部の時点ではシートの後ろには何もありませんでした。しかしここに何か追加の機器が置かれていることから、個人的にはアルゴスユニットだと予想します。アルゴスユニットは設定のみのファンネルを搭載した仕様ですが、もしペーネロペーがファンネルを搭載した場合、後付けでサイコミュシステムを積む必要が出てくるはずです。そのためこのシート後ろの機材はサイコミュシステムで、これを用いてファンネルを操作する可能性が出てきます。 PV 内では攻撃としては腕のファンネルミサイルを一発射出しているだけなので、ペーネロペーの装備が何なのか判別できませんが、何が出てくるのか楽しみにしたいところです。また戦闘シーンはかなり進化していることが伺えます。個人的にはクシーのミノフスキーフライトが従来機の空中機動とどのように違うかというのをかなり明確に表現していると思いました。こちらのシーンだとグスタフカールと空中戦を繰り広げる中で、クシーがグスタフカールのビームライフルを回避する際スラスターを吹かせる描写がなく、代わりにミノフスキーフライトユニットが片側ずつ独立して稼働しています。また一発目のビームを回避した後もスラスターを吹かせることなく回避運動をとっていることから、ミノフスキーフライトがいかに空中戦で有利であるかということを視覚的に表現していると思われます。 PV 後半で描写される戦闘シーンではさらに顕著で、グスタフカールが明確にバーニャを吹かしているのに対し、クシーのバーニャは光っているだけで噴射している様子が見られません。またグスタフカールが自由落下中に機体をアンバック制御でなんとか振り向きながらサーベルを振っているのに対し、クシーはスラスターを全然吹かしていないのに縦横無尽に空中を駆け回っています。この辺りも機動力の高さを明確に表現していると考えられそうです。ちなみに宇宙世紀では独自の世界を作り上げたミノフスキー粒子という設定が存在します。これは質量を全然持たないものの目に見えないフィールドを作り出すという架空の粒子で、宇宙世紀の兵器におけるビームは全てミノフスキー粒子からできています。このミノフスキー粒子を制御してアイフィールドと呼ばれる見えない粒子の塊を作り、その上を移動するのがミノフスキークラフトとなっています。クシーやペーネロペーが持つミノフスキーフライトシステムはこの技術を応用したもので、一年戦争の時はホワイトベースのような大型の艦艇にしか搭載できなかったミノフスキークラフトをモビルスーツが搭載できるまで小型化したものになっています。そのためクシーの独特な空中機動は簡単に言えば見えない粒子の箱を空中に作り出して、あたかも見えない箱を足場にして移動するというシステムです。なおミノフスキークラフトに関しては以前別で解説動画を出していますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。次はギニについてです。
ディニが下着姿で着替えるシーンがあり、その先では化粧をして出発の準備をしています。第1弾 PV のシーンでは部屋の外に出てケネスと合流する姿が見られるので、ここに繋がると思われます。また車の中でケネスにハサウェイの住所を聞いています。そのためこのコテージで数日滞在し、マフティーのオエンベリ戦が終わった後、ギギはキル系部隊の輸送機で香港のバウンデンウッデン伯爵に用意してもらった別荘へ行くと思われます。そして香港に着いた後、ハサウェイに連絡を取ろうとして第1弾 PV の今度のデートはアデレートでというシーンにつながるのではないでしょうか。また車の中のギギはピンクの服ではなくなっているので、オエンベリ戦の後の日付ということを表していると思われます。むしろ PV ではギギの服装は様々なものが登場しているので、もしかしたら一度着た服は二度と着ない主義とかで、服装の変化で日付が変わったことを簡単に視聴者に示せるようにしているのかもしれません。ちなみにギギが手に持っている手紙に書かれたハサウェイの住所を見てみると、電話番号は国番号が+62なのでインドネシア、そしてメナドになっています。これはハサウェイはインドネシア東部のメナドで植物観察官候補としての仕事をしているということになっているので、その表向きの住所とわかります。また PV の中でギギがこのピンク色の服を着た状態でハサウェイと叫ぶ様子が見られます。これもオエンベリ戦の日にギギが着ている服だと考えると、ハサウェイの身に何が起きているかわからないはずのギギがオエンベリで起きていることを何か感じ取って叫んでいるシーンと解釈することもできそうです。こういったところでもギギのニュータイプ能力の高さが見れるかもしれません。ケネスに関しては今回の PV ではあまり登場シーンはありませんでしたが、セリフ面では原作と同じく自分のことを肉体を持ち感情を持って下脱できないつまらない人間と言っていました。原作のこのシーンではオールドタイプだからそれでイライラしているといい、ギギからマフティーもと聞かれてそうだなと答え、マフティーイコールハサウェイと思い浮かべつつも打ち消して笑うシーンです。つまりこのシーンが原作準拠で描かれるのであれば、ケネスはここでハサウェイとマフティーをつなぎ合わせるも本当にそれを確信していいのか悩む様子が描かれると思います。特に注目したいのが第1弾 PV ではケネスが勝った者が正義になるということを胸に刻めと発言していました。これは原作小説にはないセリフで、原作のケネスはどちらかというと連邦の腐敗した体制に嫌気をさすも忠実な軍人であるべきだという思想が見えるタイプの人物でした。しかし第1弾 PV のセリフの通りであれば、マフティーへの共感が少なく、テロリストに絶対に負けるわけにはいかないという正義感の方が強い人間のようにも見えます。もし映画版のケネスがその点で原作と違うのであれば、結末が原作と違う展開になっていく可能性があるので、ケネスのマフティーに対する心情は見どころの一つになるのではないでしょうか。次はメイスフラウアーについてです。第1部と比較すると若干ですが、マスカラや口紅の色が濃くなったように見えます。原作ではケネスが自分の電話番号を伝え肉体関係を持った人物ですが、今回も同じような流れで登場すると思われます。そのため仕事としてのキャビンアテンダントという側面が消え、ケネスの女という意味での色気が強調されているのかもしれません。そして本 PV の最後にはさりげなく重要人物とそのセリフが登場しました。それが死ぬんじゃねえぞ。これは原作第2部終盤でファビオ・リベラというオエンベリ軍のリーダー、いわゆる偽マフティーのリーダーをやっていた人物が発したセリフで、エアーズロックで合流したマフティー軍のところにディギを乗せた連邦軍がやってきて分散しようとした際に発したセリフです。 PV が全体的に序盤中心に描かれている中、急に第2部終盤のシーンが登場している理由がよくわかりませんが、マフティーのメカニックであるマクシミリアンが映っていたり、服装がマフティー軍のものとは違うであろう黄色い帽子をかぶった男もいるので、この人物がファビオで原作通りエアーズロックでの出来事を描いたシーンだと予想できます。個人的にファビオのこのセリフ強いられているんだを思い出すのは気のせいでしょうか。なおこのシーンの描写がエアーズロックでの出来事だと仮定すると、クシーの新装備に関する情報が少し見えてきます。
まず原作のマクシミリアンはバリアントが撃沈された後2部でも3部でも登場しておらず、エアーズロック戦でいるのか不明です。しかしマクシミリアンがいる上に公式サイトのキャラクターのリドリックがクシーを地球へ送り込んだカーゴピサから回収できたクシーガンダムのパーツを搭載して壁というコードネームの地点に向かうということが記されています。リドリックが原作だと分散してエアーズロックへ向かう際にファビオたちのサポートを行ったという話しかありません。つまり原作と異なりリドリックがカーゴピサに積まれたまま海に沈んだクシーのパーツをサルベージしに行っていて、そのサルベージ部隊がエアーズロックで合流し、そこでマクシミリアンがクシーの回収を行うという流れが考えられます。とすると物語の中盤まではクシーガンダムは今の装備で戦って後半で回収を受け新たな姿で戦うと考えられるのではないでしょうか。壁というコードネームがエアーズロックを指すのかまだ分かりませんが、もしエアーズロックで回収されるのであればすでにバリアントがないのでガラッとデザインが変わるというよりは電気回収による追加装備を施した新形態となるのかもしれません。ちなみにメッサーは第1部に登場した機体に加え小説版に近い剣部にエアダクトを設けている機体も明かされたので、他にもクスタフカール軽装型とか様々な新機体が登場する可能性もありそうです。ということで以上、キルケイの魔女第2弾 PV の解説考察でした。いよいよ公開が来月末と迫ってきました。個人的にはモビルスーツ戦はもちろんヒューマンドラマが面白そうな気がしています。ぜひ皆様が感じたこともコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せしますので、よければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。